どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん。こちら、ニュービードローンさんから出たタイニーフープですね。の、ハミングバード V3 のレーススペックバージョンですね。をご提供いただいたので、製品説明とレビューをしていきたいと思います。じゃーん。で、最近、ベータ FPV さんから、こちらですね、エア6号が出たんですけど、完全にそれの対抗馬ですね。いや、ちょっとどう違うのか楽しみです。で、パッと違うところ見ていきたいと思います。まずですね、こちらがハミングバード V3 レーススペックの製品紹介ページになるんですが、どちらも ELRS バージョンになります。で、まずお値段ですね。ハミングバードの方は 89.99 ドル。で、エア6号は 94.99 ドル。ということで、こちらですね。ハミングバードさんの方がお値段は安くなっております。あと、特徴はいろいろどっち2つとも違うので、それぞれいいところがあるんですけど、重要な重さですね。重さが、なんと、エア6号が 17.1g に対して、こちらハミングバードが、これも多分ね、意識して削ってきたんでしょうね。16.5g になってます。この分耐久性がどうなのかとかちょっと気になるところですね。で、一番わかりやすい特徴はそのあたりですね。お値段と重量。で、このハミングバードさんの方、ちょっとスペック見ていきたいと思います。まずですね、こちらですね。重量が 16.5g。で、この機体は軽量設計で最高のパフォーマンスを求められるプロの FPV レーサー向けに作られていますと。その機敏性とスピードにより、レースに勝ちたいパイロットにとって理想的な選択肢となりますと。で、コンプライアンスは本格的なレーサーにとって、重要なキーになっていて、この機体は正確な 2.5mW の VTX を備えていて、出力がレース法定制限内に確実に収まるようになってます。なので、パワーの制限を超えて失格になることを心配する必要はないので、自信を持ってレースに集中することができますと。これなかなか視点が新しいですね。結構このコンプライアンス云々のところ今まで気にするというか書かれているものってあんまりなかったので新しいなと思いました。で、あと VTX のコンプライアンスに加えて、このドローンは複数の ESC-PWM レートを柔軟に提供しますと。で、工場出荷時のデフォルトは 48kHz に設定されていて、トルク、滑らかさ、効率の完璧なバランスが保たれていますということです。一方で、レーサーはトルクを高めるために 24kHz や 96kHz に簡単に調整することができると。あとは ESC の損傷を防ぐために必ず OH5 ファームウェアを使用してくださいというのが注意点で書かれています。あとはモーターですね。モーターが HMB RS0702 30,000kV モーターを搭載したこの機体は高速で競争力のあるレースに対応できるように設計されています。モーターがすごいというところと、ベータフライトの 4.5KAACK ファームウェアで調整されていて、あらゆるレースで優位に立つために必要な正確なコントロールを提供しますということです。あとはモーターがスムーズに動作して長持ちするように、ニュービードローンのスムーブリブモーターベアリングオイルと合わせて使うことをお勧めしますというのは、これは参考として書かれています。で、こちらもこだわりが詰まった機体になっています。で、次に、特徴を箇条書きで書かれてるんですけど、さっき話した内容と、もう同じですね。唯一触れてなかったのがバッテリーコネクターですね。で、これが BT2.0 と互換性があって、で、レースで安定した電力を供給する A30 コネクタ使ってます。で、300mAh のイステル 3.8V のバッテリー推奨ということが書かれております。で、あとは、めっちゃ軽いですね。っていうのと、あとカメラマウントですね。これもウルトラライト。カメラマウント。わかりますかね。本当に極限まで削ったって感じのカメラマウントになってます。あとはコックローチフレームですね。
これ昔からすごい評判がいいコクローチフレームっていうのをニュービードローンさん出してるんですけど、それのライトバージョンですね。楽しみですね。とあとはこいつハミングバードの V3.1 のレースバージョンなんですけど、それとは別にハミングバード V3.1 っていう機体があって、どっちだ、多分これかな、多分これですかね。この機体があって、でこれとの違いですね。比較、全然全然違いますね。重さも。で一番大きい違いが、モーターパワーめちゃ上がってますよとか、バッテリーコネクターが A30 バッテリーコネクタになってると。ってことは別には入らないのではということは、今までのバッテリーが入らないっす。あ、こっち入る。これは嬉しい。そうなんだ。今までニュービードローンさんってこのタイプのバッテリーコネクタだったんですね。この四角いやつなので、私どっちも飛ばしてるんですけど、この2つの機体でバッテリーのこの差し口が違う。ベータ FPV さんはこっちで、ニュービーさんこっちなので、2種類のそもそもバッテリーを買わなきゃいけないだったりとか、充電する時もこのベータさんの充電器これなんですけど、これってこっちじゃ使えないとかっていうすごい不便だったんですが、この新しいハミングバードはベータさんのバッテリー刺さる。嬉しい。これ地味に嬉しいです。とあとは、重量めっちゃ軽くなってますね。5g は結構違います。とあとファームウェアが違うよとかですかね。あとはパーツ情報書いてあるので、もしパーツ壊れたらここ見て買うこともできます。あとはなんか重要な情報っていうのも書かれていて、これも結構新しいですね。この機体は高度なスキルと技術知識を持つプロの FPV レーサー向けに特別に設計されています。なので初心者だったりとかカジュアルなユーザーを対象にしたものではないというのが書かれているの、結構珍しいかなと思います。初心者の人にはハミングバード V3 のスタンダードバージョン、こいつですねをおすすめしてます。でこちらのバージョンは、初心者の人を念頭に置いて設計されていて、より耐久性のあるフレームと簡単な修理性を提供するので、おすすめだよという感じですね。確かにこれ例えばモーターですね。このモーターこっちコネクターで付けられてるのですぐ取り外しできるんですけど、こいつね、もうモーターの配線すごいことになってます。直で付けられてるし、めちゃ軽量化意識っていう感じですね。なるほど、いいですね。はい、っていう感じですね。であとは一番下に重要なお知らせですね。もしドローンに何か問題が発生した場合はファームウェアをフラッシュしないでくださいと書かれています。で、ベータフライトを使用して工場出荷時の設定にリセットして加速度計のキャリブレーションを実行するだけで大丈夫です。でさらにサポートが必要な場合はサポートチームにお問い合わせをしてくださいということが書かれているので、これちょっと注意事項として覚えておく必要がありますというとこですかね。ではちょっと早速設定ですね、まずしていきたいと思います。その前に中に入っているものですね、同梱物見ていきたいと思います。でまずは機体本体ですねと、ネジが15本入ってます。モーターのとことかのネジかなが15本と、これキャノピーマウント、予備のキャノピーマウントと、ペラ外しですねと、予備プロペラが4枚入ってます。あとはクイックスタートガイドですねも入ってます。でも親切ですね、シンプル親切です。パーツについてとかですねとかバインド方法とかですねが書かれています。とあと地味に嬉しかったのがこれシールかわいいシールついてました。いいですね。はい、以上になります。では
はまずプロポの電源を入れてモデルの作成やっていきます。で、モデルを作成するにはこれですね、マネージモデルで、もともとモデル作ってあるのでこれを押して、で複製、これですね、押します。イエス。はい、これで新しいモデルができて、でこっちが今選択されている状態になります。でモデル名の変更がこの画面で選択して、でここですね、こう押すとこんな感じで変えれるので、これでいいか。で戻る。OK です。でまずバインドしていきたいと思います。ではバインドしていきます。まず、ベータフライト開いて機体をつなぎます。ですね。で接続。そして受信機のところで受信機のバインドっていうボタンがあるので、これでバインドしていきます。でまずこっち側をバインドモードにするのがここですね。ここカチッと押して、でこの ELRS 選択して、でそうすると項目にバインドって出てくるので、これですね、バインド押します。でこっちも押します。お、いけました。でスティック合ってるか確認します。スロットル今大丈夫ですね。OK です。よしよしよし。で後の設定を見ていきます。この辺は多分特に入れるとしたら機体名とパイロット名ですねを必要に応じて入れてください。あとは大丈夫そうで、 PID は飛ばしながら調整していきます。で受信機は OK で、モードですね。モードもある程度入ってるんですけど、自分の設定と合ってるか確認します。で私はこれに加えてブザーですね、ビーパーをここに入れたいので追加します。これぐらいかな。で保存します。OK です。あとは OSD 設定、これも自分が表示させたい項目ですねをこうチェックを入れて出していきます。できたら保存です。で VTX を私は F1 かな、保存です。はい OK です。こんなもんかな。であとはダンプとディフを取っておきます。ダンプディフボール、OK です。あとはちょっと軽く飛ばしてみようと思います。おお、軽い。全然大丈夫そうですね。とりあえず映像もちゃんと映ってます。はい、というわけで設定は結構さっくりできたので、ちょっと飛ばしていきたいと思います。
これかっこいい。アングルです。ちょっとアゲアで教えてもらったのが、設定の ELRS のパケットレートですね。これを今なんかみんな D500 にするのがこれです。いいらしいですけど、なんとこいつ、D500 ではバインドしなくなっちゃいました。で、原因なんですが、こいつですね、SPI 受信機の場合はこれのパケットレート D に対応してないらしいので、500ですねに設定して飛ばしました。はい、というわけでこちらですね、ハミングははいというわけでこちらですね、ハミングバードの V3.1、レーススペックバージョン飛ばしてみました。で、飛ばした感じ、なんだろう、楽に飛ぶな、多分軽く飛ぶなっていう印象でした。また結構ぶつけて落としたりしたんですけど、まあまあそんな外傷もなく、ちゃんと飛んでくれました。やっぱりこの65エア65とも見比べたんですけど、キャノピーですねがすごい軽くて割れたりもしなさそうなのでいいなという印象でした。はい、あとは最後にご紹介したプロポ側で設定するパケットレートの値ですね。多分今エア65とか飛ばしている方はパケットレート D500 に設定して飛ばしてるのかなと思うんですけど、そのままだとこいつとバインドしなかったので、まあ要注意なところになります。それでは今日の動画はこの辺で、バイバイ。